んまろバーチャルお絵かき牛娘のまろたです。今回はゆるお絵かき講座の表情の描き方を解説していきたいと思います。ではまずね、解説の元となる素体のキャラクターを描いていきたいと思います。倍速で。はい。素体になる女の子の側が描けたので、ここに顔を描いていきたいと思います。まずは普通の笑っても怒っても泣いてもない顔を描いてから、そこから表情をいろいろ変えて解説していこうかなと思います。また倍速で描きます。はい。目を塗った方が顔がわかりやすいですね。はい。無の表情が描けました。無よりのちょっと笑った顔ですね。ここからいろいろ表情を変えて解説していきたいと思います。まずは笑った顔。目を閉じて笑った顔は前、顔の描き方講座の動画で解説しているので、目を開けたまま笑ってる顔をね、描いていこうかなと思います。まず、目を開けたまま笑った顔は、下まぶたがね、にって半月型にこう描くんですね。下まぶたを気持ちこうやって上げてあげるだけで、なんかもう笑ってる感じ出ますよね。まあ小バカにした感じといっても、そういう感じの顔を描きたい時に使えるに。で、下まぶたをニコッとさせた後に、次は上まぶたを狭くします。瞳孔のちょっと上スレスレぐらいがいい塩梅かなと。ちょっと笑ってる感じ。上まつげをね、描いてあげると分かりやすいですね。ちょっと目が笑ってる感じ出ましたかね。こっちと比べると。にって感じが出たと思います。眉毛ももう上目に描いてあげると笑ってる感じ出ますか？笑ってる感じ出ましたね。最後に口を開けて笑わせてあげましょう。口を開けたときに下に歯を描くか描かないかみたいのって人によりますよね。私は描く派なんですけど、この笑顔邪悪ですね。目のハイライトがないからかな。光らせてあげましょう。邪悪じゃなくなりましたね。みんなも邪悪だって思ってましたか？ちょっと今気づきました。口を開けた時に見える奥歯を私は描く派です。みんなは好きにしたらいいと思います。はい。目を開けて笑ってる顔が描けました。ポイントは眉毛と目の間を広くすることと下げ眉にすることか。目をちょっと細めて、まつげは上向き、下まぶたはニッとこう描くようにしてあげるとニコッとしてる感が出るかなと思います。お口は好きにパカッと開けたりニコッとさせたりしたらいいと思います。目のハイライトがないと邪悪な感じになるので、あるといいと思います。わかりましたか？表情を描くということはね、眉毛とその目の開け具合とその口のバランスの組み合わせでいろいろ描けるってことなんですね。なるほど、勉強になったな。ね、この元のお顔にもハイライトをつけてあげましょう。はい、かわいい。次は怒った顔の解説をしていきます。怒った顔。まずは、そうですよね、眉毛が一番怒った時の顔の変化で分かりやすいんじゃないかなって思うので、先に描きます。このね、眉間のシワとつり上がった眉。なんかもう怒ってる感じ出ますよね。何見てんだこの野郎ってね、笑ってますけど。笑ってますけどね、怒ってますね。もうこれでいいんじゃないかなって思うかもしれませんけど、口が面白いんで消しておきます。
次は目を怒った感じの目にしていきたいと思う。この、さっき描いた笑顔の顔とやることは一緒なんですけど、この目を細めます。怒った顔はもう瞳孔にもかかっちゃうぐらい、まぶたが閉じちゃってもいいんじゃないかなって思います。後でハイライトをつけたりつけなかったりしてあげましょうね。お、もう怒った感出てませんか？ここからね、もっといろいろ書き足していくんですけど。で、下まぶたもちょっとキュッと縮めてあげると、ほっぺが膨れてまぶたが上がってる感が出ていいかなって思います。まつげを上向きに描いてあげて、そうですね、目が細くなったから、このまぶたのラインを眼球の膨らみっていうんですかね。こういうのを描いてあげると、目が小さい印象にならなくて、そのまま怒った顔にできるかなって思います。で、口。への字口とか、ほっぺ膨らんでる顔とかいろいろあるんですけど、まずこれね。この口、可愛いですよね。この顔の時も私は奥歯を描きます。この表情はね、何見てるんですか？気持ち悪いみたいな、ちょっと静かな感じの怒りですね。ほっぺを膨らませた時の口も描き方わかると嬉しいんじゃないかなって。この横、ほっぺが見えてる側の方を膨らませてあげて、輪郭をぷくっとさせてあげると膨らんでる感が出て、可愛いですよね。可愛いと思います。もっと激しい怒った顔とか、いろいろあるんですけど、私のイラストの描く感じだと全然描くことないんで、そういうの得意そうな S さんのご参考にしたらいいと思います。私はこのぐらいのマイルドな怒った顔の表現が好きなので、こんな感じで描くと可愛く描けるよっていうので覚えてくれると嬉しいです。次は泣き顔ですね。泣き顔は、皆さん、8の字眉にしますよね。私も8の字眉にします。泣き顔描くときは。で、眉毛をね、ちょっとふにゃふにゃふにゃってしてあげると、普通の8の字眉より、もう泣いてます感がね、出て、可愛いと思います。笑顔と怒った顔で、まぶたを狭めたので、逆に、目を開けてあげると、うるうるしてる感じが出るんじゃないかなと思って今描いてます。ハイライトをめちゃくちゃうるうるにしてあげて、まつげを生やす、涙が目に溜まってる感じを描いてあげる。どうですかね？泣いてる感じの顔になりましたかね？口。これはね、ワニャワニャさせてあげると可愛いと思います。眉毛と一緒ですね。ワニャワナした感じを線で出すと可愛いと思います。鼻水とか出しても可愛いと思います。番外編。泣き顔のもっとデフォルメが強い顔で、こういう顔が私はこういう顔好きですね。使い分けできますね。皆さんもね、好きな感じの泣き顔を考えて自分のレパートリーに加えてみるといいんじゃないでしょうか。この顔で口を閉じてあげると、ピエン。眉毛もうちょい短くしてピエン。可愛くないですか？目の視線をですね、上目遣いな感じにして、ピエン。可愛いですよね。3種類泣き顔のバリエーションがありましたね。皆さんも真似してみてください。怒った顔めっちゃ可愛い。はい、次に驚いた顔の解説していきます。驚いた顔は描きやすいですよね。目をね、瞳孔を小さくして目を見開いてる感じを出してあげるといい感じに描けるので、まぶたを盛り上げて、これもね、漫画的表現ですね。驚いて瞳孔が小さくなることなんて、目が小さくなることなんてないですけど、なるんですね。可愛いですよね。
下まぶたを、怒った時と笑った時はこういう感じでね、上向きにカーブさせましたけど、驚いた時は逆に眼球、目を見開いてるので、下まぶたがこういう形になります。眉毛。眉毛はね、好きにしたらいいと思うんです。波型にすると、驚いて怒ってんのか、驚いてるのかみたいな感じのにするといいと思います。口ですね、口。口は驚いてる感じ。アングリーって感じで書くと驚いてる感じがあって書けると思います。表情と関係があるのかないのかって感じなんですけど、汗とかね、横にびっくり記号みたいなのをつけるのも大事。漫画的表現ですけど、つけるとびっくり感が違いますね。びっくり感。で、これは私の好みなんですけど、このね、顔でね、目の中にブルブルを書き込んで、ほっぺが赤くなってるよっていう記号を増やすと、すごいエッチな感じになって、いろんなところで使えると思います。イエイ。まぶたと瞳孔を離した方が、もっとびっくり感がありますね。口も、あえてあんまり開けないとか、可愛くないですかね。はい、いい感じの顔が描けたと思います。最後に、おまけで私がよく描く、ちょっとセクシー、エッチな顔の描き方ですね。顔だけなので多分大丈夫だと思います。で、エッチな顔を描くときに大事なのが、目の細さ。目の大きさって、目が大きいと結構元気感があると思うんですよね。で、こうしてあげると。わかりましたか何にも説明になってないですね。いきます。まずここは先ほど使われた目の下まぶたをコにしてあげるというのを使います。ここまでは皆さんできますね。で、上まぶたもさっきの怒ってる顔と同じくらい細くします。でも、吊り上げすぎないで優しく円を描くように細くしてあげます。モナリザのような微笑みを優しくね、目を細くするのが大事です。すっぴんの人みたいになっちゃいます。可愛くするの大丈夫です。上まつげを描いてあげて、細めてる顔が描けましたね。私はこの時に目の内側にもまつげの線を描くと節目がちな感じが出て可愛く描けてるなって感じがあります。表情によって内側のまつげを描いたり描かなかったりしてます。眉毛を綺麗な8の字。泣き顔の時みたいなわだわだした感じじゃなくて、綺麗な8の字で描きます。口、よく下ペロを描きます。で、目の瞳孔のところにハートを描いて、ちょっとエッチな顔。汗とか、頬の赤みみたいのを描き足したら、私がよく描いてる顔が描けました。参考にしてみてくださいね。いかがでしたか？参考になったらチャンネル登録、高評価してもらえるととっても嬉しいです。バイバイ。